ごきげんよう、漆黒のメタンよ。僕はズンダモンなのだ。ねえメタン、ゴブリン鉱山がクリアできないんだけど、僕でも組めるおすすめのデッキとかないのだ。それじゃあ今回はワイルドカードなしで組めるジュリアンを使った鉱山用デッキを紹介するわ。ジュリアンってどんなカードなのだ？ジュリアンはトリックを消費すると敵にダメージを与えるカードよ。このデッキのゴールはこのような盤面を作ることね。フィールドもハンドもジュリアンでいっぱいなのだ。この状態でトリックを使えばジュリアンが大量に攻撃するわ。なるほどなのだ。それじゃあデッキを見ていきましょう。必要なカードはチェジュのパクさん、ジュジュソナ、ジュリアン。小凶、オネストよ。小凶はブリジット、エリザベス、大凶でも代用できるわ。あとジュジュソナはキールスに変えてもいいわよ。どっちも伝説カードをコピーするカードなのだ。それから今は分かりやすさのためにキーカード以外を初期カードにしてるけど、実際には生命力の高いカードを入れてちょうだい。なんでなのだ？ジュリアンが与えるダメージは最大体力に応じて増加するからよ。なるほどなのだ。このようにこのデッキはワイルドカードなしで組めるから初心者におすすめよ。嬉しいポイントなのだ。それじゃあ戦闘に行きましょう。では戦い方を解説していくわね。よろしくなのだ。まずはいらないカードで攻撃していくわ。ちなみにデッキ枚数を調節するためにクールな観光客 D とホットな観光客 C を入れるといいわ。僕は2枚とも持ってないのだ。持ってなくても大丈夫よ。クールな観光客 D がいないなら初手にカード3枚捨てを1回行えばいいし、ホットな観光客 C は枕戦士やグッドナイトベイビーで代用可能よ。その2枚は英雄ランクのカードだから僕も持ってるのだ。いらないカードで攻撃している間に装備とルーンを紹介するわ。装備はトリックを3つにして残りは体力に全振りしてちょうだい。わかったのだ。ルーンはネプテウヌスを使っているわ。それも持ってないのだ。持ってない人はルーンセット、〇〇守備兵や生命力を上げるルーンで代用可能よ。持ってないか後で確認してみるのだ。そうそう、攻撃する時だけど鉱脈を倒しすぎないようにしてね。なんでなのだ？鉱脈を倒すと敵が強くなって能力が厄介な敵を倒せなくなるからよ。能力が厄介な敵の攻撃を受けると鉱山をクリアできなくなるわ。気をつけるのだ。キーカードが揃ったのでジュリアン、ジュジュソナ、小凶の順に並べてジュジュソナをリーダーにするわ。小凶とオネストの効果でジュジュソナが3回攻撃するのだ。これでデッキには6枚のジュリアンが送られるわね。ここでのポイントはデッキの残り枚数をなるべく少なくしておくことよ。それはなんでなのだ？デッキの残り枚数が多いとジュリアンを6枚集めるのが難しくなるからよ。次にチェジュのパクさんで鉱脈を貴族性に染めるわ。パクさんに超越スキル神秘の爆発をつけると便利よ。敵全体を貴族性にしたのだ。最後にジュリアンを6枚集めてトリックを消費すれば終わりね。これで終わりよ。本当にクリアできたのだ。最後に3つ補足をするわ。よろしくなのだ。1つ目、最大体力がだいたい12万を超えたらジュリアンのコピーは4枚だけでもクリアできるわ。小凶かオネストがいらないのだ。2つ目、ラファエルとガブリエルがいればこれもジュリアンのコピーは4枚だけでクリアできるわ。復活すればトリックが手に入るからなのだ。3つ目、このデッキは敵が貴族性の全焼基地でも使えるわ。鉱山だけじゃないのだ。これでジュリアンデッキの解説を終わりにするわ。最後まで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録よろしくね。